不正受領制保営業マンの末路 B 面序文。前回の動画で話した保険営業マンの話覚えていますか？架空経費、レシート売買、B 勘定、不正受領、段階的に全てを失った男の話です。今日は彼視点で同じ話を綴ってみます。彼の内側を私なりに再構成しました。私の推察ですから、彼が実際にこう語ったわけではありません。ただ、あの一通りで向き合って10年前の打ち合わせを思い出して私にはこう見えました。では始めます。独白。私はずっとそんな役回りだった。学校でも職場でもどこへ行ってもなぜか自分だけが割を食う。努力が足りないとかやり方が悪いとかそういうことじゃない。そういう星のもとに生まれたということだと思っている。だからどうした？諦めたことは一度もない。それだけは誰にも負けないラグビーをやっていた。強豪校だった。レギュラーにはなれなかったけど、それはチームの層が厚かったから。大学でも続けた。3軍だった。でも続けた。続けたことに意味がある。保険の営業も同じだ。この業界で何年も続けられている人間が全体の何%いるか知っているか？ほとんどが辞めていく。私はまだいる。それだけで上の人間だ。そろそろ報われてもいいはずだ。憤慨。同期のあいつを見ろ。私より稼いでいる。でもあいつが特別優秀なわけじゃない。たまたまいい客に気に入られたからだ。私だってやれる。やれているのに数字に出ない部分がある。そこが悔しい。成績の良い先輩に何気なく聞いたことがある。税金高いんじゃないですかと先輩は笑って言った。いや払ってないよ。バカバカしいじゃん。なんで国に払わなきゃいけないのと税理士に頼んでうまくやっているとも言う。そういうものかと思った。汚職ばっかりの政治家に税金を払うなんて腹立たしい。合法的にプロに頼んで節税すればいいんだ。それをやっていないのは知らないからだ。知っていれば誰でもやる。当たり前のことだ。税理士を探した。1人目断られた。融通が利かない。2人目また断られた。3人目も同じだった。おかしい。先輩はうまくやっている。やり方があるということだ。自分に合った税理士に当たっていないだけだ。諦めない。探し続ければ必ず出会えるはずが。確信。差し当たって自分でできることはやっておこう。私はレシートを集め始めた。最初は自分のプライベートのもの。次に他人から買うようになった。少し払えばレシートを売ってくれる人間はいくらでもいる。これを経費として計上する。所得が圧縮される。税金が減る。見ろ。やればできるじゃないか。なんでこんな簡単なことをやらなかったのだろう。やっと私にも運が向いてきた。そうこうしていると理想の出会いがあった。ある勉強会で男に声をかけられた。税金なんてゼロにできますよ。これだ。と思った。ちゃんとした人間がいる。探せば出会える。諦めなかった自分が正しかった。男の説明はこうだった。経費を使ったことにすればいい。うちの会社に支払ったことにして、それを経費にしてくださいと。B 勘定といって昔からある方法だ。みんなやっている。税務署だってわかっている。でも全部は追えない。賢くやればいい。ラテンが言った。そういうことか。先輩が言っていたのはこれだ。知っているか知らないかの差だった。税理士3人が断ったのはそこまで踏み込まない人間だったからだ。ちゃんと出会えればちゃんとできる。私が間違っていたわけじゃない。環境が悪かっただけだ。政党、政治家を見ろ。裏金だ。キックバックだ。と毎日ニュースになっている。何億円だ何十億円だ。それで罰せられているか。されていない。ほとんどが続けている。会社の上を見ろ。経費で飲み食いして、接待と称して遊んで、それが仕事だと言っている。私の何倍も使っている。儲けている人間は、みんなどこかでうまくやっている。合法と違法の間のグレーゾーンを上手に歩いている。それを知っているか知らないかの差だ。私がやっていることはそれと同じだ。スケールが違うだけで本質は同じ。もっとひどいことをしている人間がいくらでもいる。私も今や B 勘定で好きなだけ経費を計上できる。彼らに少しは肩を並べられたから。そう思うと何とも言えない高揚感を得た。悪くない。暗転。会社にバレた。1ヶ月の休止。自宅待機。腹が立つ。私だけじゃない。みんなやっている。なぜ私だけが処分される。私は個人事業主だ。なぜ会社が処分できるのか納得がいかない。
でも、これで終わりじゃない。1ヶ月、じっとしていろということが、できるわけがない。動かないと収入がなくなる。謹慎中でも動ける方法を考えた。きっと抜け道があるはずだ。そう思っていたら、また来た。男が来た。転落。別の外資系政府に勤めるその男はこう言った。君、謹慎中なんだって。これは保険商品じゃないから売っていいんだよ。多くの仲間が売っている。私はすぐに話を聞いた。内容はこうだった。顧客から一定の金額を預かり、それを運用に回す。顧客には後で返す。と説明する。その間に、手数料として一定割合が入る。男は笑って言った。60% はこっちがもらう。でも 40% は君のものだ。保険商品を売っても手数料は数%がいいところだ。それを何件も積み上げて、ようやく売り上げになる。でもこれは、1件で 40% だ。計算するまでもない。1000万円を預かれば400万円が手元に来る。保険で同じ額を稼ごうとしたら、何件必要か、何ヶ月かかるか。これはすごく良い商材じゃないか。完璧だ。見ろ。やっと運が回ってきた。諦めずにいれば。こういうことがある。私の人生もここから変わる。顧客に話を持っていった。長い付き合いの人間たちが、信頼してくれている。話を聞いてくれた。お金を預けてくれた。1000万円。集まった。私の取り分は400万円だ。でかい。借金の返済に充てた。少し楽になった。末路。会社から懲戒解雇された。1000万円の投資商品が不正受領に当たるという。会社から顧客に全額返済したらしい。同時に会社から請求が来た。1000万円を払えだと。ふざけるな。私は400万円しかもらっていないんだぞ。妻から離婚を突きつけられた。親戚を通じて。この親戚は1000万円のうちの一部を買ってくれた人だ。それも背後で繋がっているのだろうが、そんなことは今はどうでもいい。子供たちはもう独立している。引き止める理由もない。ということか。就活もしているが。保険業界は全滅だ。他業界では面接にもたどり着けない。同じように投資商品を売っていた同僚に税務調査が入ったらしい。足が動きにくくなった。糖尿病の恐れがあると言われた。全部なくなった。でも、まだ終わりじゃない。話せばわかる。妻とも、会社とも、ちゃんと話せばわかるはずだ。400万円しかもらっていないのに、1000万円を返すなんておかしすぎる。仕事だって、どこかに声をかけてくれる人間がいるはずだ。税務調査だって、うまくやれば乗り切れる。私にはまだやれることがある。あの税理士に会いに行こう。10年前に断られたあいつ。でも今は状況が違う。ちゃんと話せば分かってくれる。助けてくれるはずだ。寿司でもおごってやれば、話を聞いてくれるだろう。自爆、待ち合わせ場所で待っている間に、ふとお金のことが不安になってきた。寿司をおごるのはちょっともったいないな。話をするだけならコーヒーでいいか。仕事の話をしてやるんだから文句ないだろう。もしかしたら寿司の話は忘れているかもしれないしな。とぼけてドトールに入る。あいつは何も言わずついてくる。やはり話は聞いてくれた。寿司代が浮いた。ラッキー。事情を話すと、対応策の話をされた。それもいいんだけど、もう少し私の話に共感しろよ。事務的すぎる。まあ、確かに建設的な話もあった。よくわからないこともあったが、とりあえず好転するならそれでいいか。じゃあそれでやってください。と言った。お金は払います。今はないけど、払えるようになったら絶対払います。できることは何でもします。誠意を見せてやった。やる気を見せた。あいつの顔が少し曇った気がした。でも気のせいだろう。私はまだやれる。きっとできるはずだ。きっと。結後、いかがでしたか。税金ゼロにできますと言った男も、60% 抜くと言った男も、彼にとってはやっと出会えた理解者でした。ちゃんと探せば出会える。諦めなかった自分が正しかった。そう確信するたびに、一段ずつ深みにはまっていった。外から見れば転げ落ちている。でも本人には、ずっと登っているように見えていた。どこかで何かが違えば、私もあなたもこの独白の主になっていたかもしれません。最後まで見ていただいてありがとうございます。